いやー、参っちまったね。あ、英語でそうか、始まるよ。イエイイエイイエイ。今日のテーマはオーバイターリ。ねえねえ、クマさん。なんだい、ウサギさん。オーバイターリってさ、うちらがよく使うじゃん。使うね。知らない人もいるかもしれないから、あたしらで一応説明しとく？いいね。オーバイターリってさ、結局どういうことなの？ほんとね、オーバイターリっちゅうのはね、なんていう自分らしくっちゅうの、もともと特別なオンリーワンちゅうような話をするときにさ、オーバイターリってよく使うよね。まあ大体そんな感じだよね。じゃあさ、英語でなんて言うか知ってる？あたし知ってるよ。クマさんも知ってるよ。じゃあさ、オーバイターリのお、桜は？チェリー。チェリーブロッサムのことだね。ピンポン。どうも。では、オーバイターリのパイ、梅は？プラム。ピンポン。はい、どうも。じゃあさ、オーバイターリのと、桃は？桃はピーチ。ピチピチ。しょうもな。はい、ピンポン。はい、どうも。じゃあさ、オーバイターリのリは？はい。スマモってことでしょ。そうだね。それはね、アプリコット。ファイナルアンサー？フル。ファイナルファンタジしょうもな。正解はチッ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 。ー。ブッブー。どうやらね、アプリコットでもないらしいよ。なんで？厳密にはね、アプリコットじゃないらしいのよ。アプリコットじゃないなら何なの？ダムソン。知らん。そんなん知らんって誰も知らんで。そうなんだよね。クマさんさ、一回さ、ダムソンってググって画像見てみなよ。なんで？なんかあんの？スモモの画像は全然出てこない。全然出てこないの。じゃあなんでダムソン？そんなん知らん。けど、種類的にアプリコットでもないらしいよ。そうなんだ。全然わからないけど、とりあえずダムソンってことで。ということで、オーバイターリの原理という英語は、クマさん一緒に The Principle of Cherry, Plum, Peach and Damson でした。じゃあまたね。違う。何？違うんかい。違います。皆さんこんにちは。今日のテーマはオーバイ通り。私たちはそれぞれ違ってそれぞれの良さがあるんだから、自分は自分らしく自分の中にある自分の花を咲かせていこう。うさぎさんの話にも出てきましたが、もともと特別なオンリーワン。こんな話をする際にオーバイ通りという言葉をよく使います。うさぎさんとくまさんがちょっと手こずっていましたすももの英語訳ですが、まあ重要なところはそこではないので、ここではさらっと流していきたいと思います。ということで、オーバイ通りの原理は The Principle of Cherry, Plum, Peach and Damson と言います。なんだか美味しそうですよね。そんなオーバイ通りですが、池田先生の指導の中で個人的にとても心に刺さるオーバイ通りの説明がありました。ぜひ皆さんにご紹介したいと思います。チェリー、プラム、ピーチ&ダムソン。ありのままとそのままは違います。そのままでいいというのでは成長はない。自分とは何か、何のために生きるのか、それを追求しながら努力し抜いていく中でこそ、自分自身の使命の花を咲かせることができる。それがオーバイ通りの実践なのです。今の自分は無口だ。だから一生そのままでいこう。これは個性を生かした生き方ではない。無口だけれども、必要なことを必要な時にきちっと明快に話していける自分になっていこう。勇気を持って正しいことを正しいと語っていける自分になろう。
そう懸命に努力していく中に、初めからおしゃべりの人とは違ったその人ならではの味のある話し方ができるようになる。自分の持てる力を全部出し切って生きてみようと決心して努力また努力を重ねた人だけが本当に個性的に輝いてくる。どうでしたか？ありのままとそのままは違う。オーバイ通りって比較的誰でも説明できる言葉なのですが、自分に生き切る努力をしてこそその人らしさ、本当の個性が輝くのだという方、池田先生のオーバイ通りの説明でした。最後に戸田先生のこんな話も一緒にご紹介しておきましょう。自己自身に生きよ、いや自己自身に生きる以外にはないのだということを知らなければならない。あの人がこうしてくれればよいのだとか、この世の中がこうであれば幸せなのだと言って他人に生き、対境に生きるということは間違いではないか。しかし人間の力というものは弱いものである。自己自身に生きているといかに力んでみても他人に支配され、対境に支配されやすいものなのである。そこで自己自身の生命が最も強く、最も輝かしく、最も幸福であるためには、十戒五具、一年三千の仏法に生きる以外にはないと御人は信ずるものである。オーバイ通りの話はここまで。じゃあね。それでは皆さん、素晴らしき人生を。英語でそうかでした。またね。